今年は世界中で選挙が多い年って言われてるけど、ロシアも大統領選挙があるんだね。そうそう、ロシアの場合は名ばかりだと思うけどね。プーチン大統領って自分に都合の悪い人を投獄したり暗殺しすぎだし、選挙だってまともな形でするわけないってたくさんの人が思ってるじょ。対抗馬の候補者に圧力をかけたり、まともな人が立候補したかと思えばいなくなっちゃう。すごく疑問なんだけど、プーチン大統領はインチキ選挙することを恥ずかしく思わないのかな。仕込んでることや強引にやってることを悪と捉えてないみたいだよ。どんなマインドでインチキや強引な手を取っているのか、彼を脅かす存在や対抗勢力について話していこうか。つるっとチャンネルが始まるじょ。プーチン大統領はまともな国民や世界から批判があるのを知りつつも選挙を正当化してるよ。国内外の批判に対してはロシアの主権と独立を強調してるね。実はインチキしないと座が保てない、票が取れないって不安だったりして、本当はこんな状態恥ずかしいんじゃないのかな。プーチン大統領のプライドや恥の感覚についてはちょっと主観的に言っちゃうけど、インチキや強引な行動や決定は彼の政治哲学を反映しているよ。政権に反抗する者を罪人にしたりする厳しい措置はプーチン大統領の政治的目標やロシアの国益のためにやってることになってる。ロシア国民の国益じゃなくて自分の利益に見えるじょ。プーチン大統領が不正選挙をすることを恥じているのかを知ることは難しいけど、彼の普段の行動や発言からして不正など気に求めていない感じだね。恥に感じるような人だったら世界からヤバい国家と認識されてないじょ。プーチン大統領は本当は自分の政権が壊れるのが怖いんだじょ。亡くなったナワリヌイ氏はロシアの反体制派のリーダーで、プーチン政権に批判的な声を長年にわたって上げてきた人物なんだよね。そのナワリヌイ氏は前にモスクワ市長選挙で一定の票を獲得したことがあったんだよ。そんなことがあったとは、それじゃプーチン大統領に目をつけられるはずだじょ。案の定彼は政治的に追い込まれたよ。大統領選にも出馬できなかったし、ナワリヌイ氏の支持率がプーチン政権にとって脅威とみなされていた証拠だよね。プーチン宮殿の秘密を暴いたのもナワリヌイ氏だしね。プーチン大統領には邪魔な存在だじょ。ナワリヌイ氏への圧力や変な法改正はナワリヌイ氏の影響力を制限しようとしていたことを意味するよ。やっぱりプーチン大統領がビビってたことは間違いないじょ。でも残念なことにナワリヌイ氏は亡くなってしまった。彼の奥さんや彼の支援者が後を継ぐということはないのかな。ナワリヌイ氏の奥さんや支援者たちが引き継いでいく可能性は十分あるよ。奥さんもそうコメントしてたしね。ナワリヌイ氏の政治的ビジョンと目標を推進するために彼の代わりに活動を続けると思うよ。 SNS で情報を拡散したり、国内外のメディアへの露出を増やしたり、政策提案や戦略的な動きを計画することもあるかもね。安全には気をつけて活動してほしいじょ。外国政府や国際機関、人権団体などに働きかけて政治活動の自由を求めるキャンペーンを行うかも。彼らはロシア国内外での抗議活動を組織することで人々の支持を集めて政府に圧力をかけることができるかもしれない。政治活動の自由を守るために国際人権裁判所や欧州人権裁判所などの国際的な司法機関への訴えもあるかもしれないね。この際、他の野党勢力や反体制派グループとの連携も深めちゃえばいいんだじょ。そうだね。共通の目標に向けて協力することで反体制派の影響力を強化できるかもしれないね。やっぱりナワリヌイ氏の奥さんはプーチン大統領の対抗馬になり得るじょ。かなり危険が伴うとは思うけどね。実際にプーチン大統領の有力な対抗馬として台頭するためには大きな障壁を乗り越える必要があるよ。まず国民に響く政治的メッセージを持って効果的に組織を運営しないといけないし、選挙法、政治的抑圧などの障壁を乗り越えるためには国内外からの広い支持を得る必要があるよ。外圧がロシア政府に影響を与える可能性があるからね。反体制の活動が実を結ぶまで
時間はかかるかもしれないけど、その間命には十分気をつけてもらいたいじょ。それは絶対だね。政権を揺るがす可能性はあると思うけど、成功するかどうかは今後の政治的な展開とナワリヌイ氏の奥さんの戦略次第かな。国民にプーチン宮殿ツアーでもしてあげたらどうかな。果たして自分だけ贅沢してと目覚める国民、プーチン様はこの贅沢が許されるお方と思う国民、どっちが多いんだろう。今回のつるっとチャンネルはここまで。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また見に来てね。